小松菜、ほうれん草でもいいし、煮込みうどん的な感じだな。ほんといい感じに乳化されて、これぐらいで、いいっすね。これぐらいで、さっき作った焦がしバターのソースかけてあげます。さてどうも、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日紹介していく料理はパスタです。パスタです。めんつゆっすね。めんつゆ使ったパスタですね。はい、めちゃめちゃ簡単ですね。ただもちろんめんつゆだけじゃないんですけど、ちょっとしたアイテムとね組み合わせてすごく美味しいパスタにしていこうと思います。僕が思う貧乏人のパスタみたいな感じでこう見ていただけたらなと思います。というわけで早速やっていきましょう。じゃあ今日の材料です。パスタ、80から 90g ぐらいお好みで、めんつゆですね。はい、3倍濃縮のやつで、あとレモン汁とパルミジャーノレジャーノとニンニクですね。ここにはないけどバターです。そう、最初にタイトル言うの忘れたな。焦がしバターのめんつゆパスタです。はい。でめんつゆはこのだいたい 15cc ぐらいですかね。これ 15cc でもうねお湯と一緒に溶かしておきます。ワンパンですね。このままに含ませていく感じ。3倍濃縮とか言ってるけどね、お湯は 300g だから全然3倍どころじゃないんですけど、含ませていくからね、これぐらい薄めといた方がいいです。ペペロンチーノも貧乏人のパスタですよね。言ってみれば貧乏人のパスタって日本語にしちゃうとなんかすごいこうね、トゲがあるというか誤解を招くような気もするんですけどね。昔ね料理のドラマを見てた時にペペロンチーノが出てきて、これが貧乏人のパスタみたいななんかワードがあって、すげえこと言うなと思ったんですけどね。はい、じゃあこれみじん切りにしていきますね。ニンニクは1かけもねあれば十分だと思うんで、多い方が好きっていう方はね2かけとかでもいいと思うんですけど、でも2かけちょっと多すぎる気がすんな。はい、これでもうこれはねフライパンの中入れていきますね。もうここからはフライパンの中で全て完結になっていくんですけど、完結するんですけど、まずオリーブオイルですね。これねほんと少量、ちょっとでいいです。ニンニクがギリギリ全体染み渡るぐらい。焦がしバター使うんでね、オリーブオイルはほんと極力少なめにしてこのニンニクの香り出します。なんか昼にねもう予定が結構詰まってるなっていう時に、でもお腹空いたしささっと作りたい、でも食材冷蔵庫にほぼないっていう時にパッとね作るのがいいんですよ。それがこのパスタのね醍醐味。シュワシュワしてきましたね。もうシュワシュワ大事ですからね。シュワシュワを横着しちゃダメです。いいっすね。ニンニクの香り出てきた。これニンニクの香り出す時の基本なんですけど、やっぱ焦がしちゃダメですね。色つけすぎてもダメだし、基本、中火から弱火、ほぼ弱火にしといた方がいいです。でじっくりとこう香りを出して、もっとね香ばしい香りにしたいっていうパターンもあるから、それ自体はね全然否定しないんですけど、このね香りを出したいっていう時はやっぱ香ばしさはいらないんで、出てきたからめんつゆ水を投下します。でパスタですね。はい、全然折っちゃってもねいいですからね。パスタは折りたくない人は折らないでいいし、折りたくないというか、別にこれそんなね折らなくても全然大丈夫ですね。折ってもやりやすいし、折らなくてもこの出汁かけていけばしなってくるんで、もうこれぐらいになったらねトング使ってこうちょっとねじって、あとは煮含ませていきましょうか。これだけでもね美味しいっすね。で表記時間、今回これ7分茹でのやつなんですけど、8分、場合によっては9分ぐらい茹でます。あんまりねこう強火だと水分すぐなくなっちゃうんで、中火まで落として、場合によってはちょっと弱火気味。これそうアレンジ効くから、小松菜、ほうれん草でもいいし、なんかこうちょっとね薄く切ったカブとかでもいいし、お吸い物やお味噌汁に入れて美味しいものは基本全部すごくこれにも合うと思いますね。これ簡単だからな、水分量のコントロールだけですかね。今回はその 15cc のめんつゆに対してお湯300ぐらい入れてますけど、やっぱ人数増えれば増えるほどね、レシピが完全にイコールっていうわけじゃなくて、若干数字いじったりしないといけないんで、ちょっと水足します。いつもだったら塩加えた茹で汁とかでパスタに塩が含まれてると思うんで、この段階で少しだけ下味で塩、これでもあんま慣れてないとあんまりやりすぎちゃうとまずいんで、ほんとちょっとでいいと思います。チーズも振りますから、
なんかこうきっかけ作りの塩ぐらいのイメージでいいです、イメージは。で、まだね液体は煮詰まってないんですけど、煮詰まってない段階で味をチェックしましょう。決まってる。いや優秀だわ、めんつゆ。我々日本人に合いますね。煮込みうどん的な感じだな、ほんと。これは煮込みパスタ。水分多いから、あんまりこうそこにねこびりつくことはないと思うんですけど、とはいえね、こう油断してるとこびりついちゃったりすると思うんで、たまにかき混ぜてあげましょう。こうぐーっととろみももういい感じについてきてる。ほんとこう傾けたらちょっとこうソースのようなものが垂れてくるみたいな、ソースというかこのオリーブオイル最初に入れたんで、それとね水分がいい感じに乳化されて、こうちょっと濁ったソースみたいなのが垂れてくるぐらいがいいですね、仕上がりは。決してここで味を濃くしちゃダメです。だしのうまみふんだんに含んだパスタをここで作っておく。もうこれぐらいで、いいっすね。これぐらいになったら、もうこれでパスタは完成なんで、パスタは一旦盛り付ける直前のところに待機しておきます。そしてもうねこれもね早いんですよ。バター入れてあげて、焦がしバター15g ぐらいでいいんじゃないですかね。焦がしバター、基本の焦がしバターなんで、ほんとこう鍋をねちゃんと回して全体にこう香ばしい感じが出てくるのを促してあげますね。こういうねステンレスの鍋だと底がねちゃんと見えるんで、底がこう茶色くなってくるぐらいですね。茶色くなってきてるな液体たちがっていう。もうちょい頑張りましょう。香ばしさがねすごい大事だから、肝になるから。茶色くなって鍋底にこうちょっとうまみがこびりついてくるなぐらいの感じ。もうねちょっとね茶色いのがこびりついてくるんですよね。もうこれぐらいになったらいいですね。結構深い茶色になったんで、したらレモン汁これで止めてあげる。でもしねこの後もずっと温度が高すぎて焦げちゃうっていう場合は、濡れたタオルにこうやってね落として温度下げてあげる。で、これもねあんまりこうねじって小高くとかじゃなくて大丈夫です。ソースをかけてあげて、でさっき作った焦がしバターのソースかけてあげます。で、黒胡椒、パルミジャーノレジャーノですね。結構たっぷりかけましょうか。顔が隠れるぐらいというか。うまそう。いただきます。うまそう。この焦がしバターソースをね比較的こう全体に完璧に混ざっちゃうとねまたちょっと違うんだよね。なんとなく混ざってる感じ。うまいわ。めちゃくちゃうまいね。めんつゆのあっさりした美味しさにとどまらず、このバターの何とも言えない贅沢な香りとレモン汁のね爽やかな酸味がねめちゃめちゃ合うんですよね。それとチーズめっちゃうまい。うまっ。いや焦がしバターとチーズだけでもうまいじゃんと。いやその通りなんですよ。焦がしバターとチーズだけでもうまいんですけど、さらにねこの日本人が馴染んでるめんつゆの何とも言えないうまみ、ずっと食べてられる。これ全部食べていいんか。全部食べよう。はい、というわけで、僕が思う貧乏人のパスタでした。いかがでしたか。かなりね簡単だと思います。ポイントはめんつゆのベースを作ってそれを煮含ませていく。であとは別鍋で焦がしバターで、最後仕上げにレモン汁で酸味をプラスするっていうね、本当に簡単なんですけど、これ冷蔵庫にある食材だけでできると思いません？できるんです。はい。であれはあくまでベースなんでね、まずあれで1回作ってもらって、意外といろんなアレンジ効くじゃんと、いろんな野菜足したりとかできるじゃんっていう風にねなってくると思うんで、そしたらね是非自由にアレンジしてみてください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。